一番最初、ビタリテクトの木瀬原くん。そうだな。俺からの目線で言うと、ここからがちょっと強すぎるな。このあたりから切り替えが強すぎる。だから、ここから下にあまり目がいかなくなる。だから今こことかも、目を追いかけるように、このあたりでも少し、このローブとかの頂点とかを入れといてあげんねん。これでどう？なんかちょっと見やすくなるやろ。ブルーアーカイブとかのイラストとかになってくると、あまりにも圧縮されてるか分かりにくいかもしれへんけど、実は、こういうのが入ってんのよ。今のイラスト業界の太ももってさ、特にそんなに色濃いわけじゃないやん。だけど、なんか、ムチっと感じたりするやろ？このうっすらだけで。頂点。感じるやろ？これぐらいのグラデーションに、で入ってるだけ。こんな処理ばっか。で、影とかにちょっとこう置いてたりするだけ。でも十分見えるやろ？まあそういう話よ。次、これじゃいかんな。なんでいかないかっていうと、境界が強すぎて全部テカテカになってる。なんかぬるぬるテカテカしてるって感じになる。で、首のつながりが悪い。顎を上げてるんだったら、顎の筋肉がこうついていかんなあかん。こんな感じで。こんなんじゃ、1000話リツイートは全然取れない。やっぱもっと厳しくすべきかな。自分の手見てみ。そんなんなってるか？全部これ平均的になってるやん。こんなんじゃダメ。全然描写できてない。2リツイートで。これ何が悪かったんやろな。もうシャドーバンのせいにすんのは良くない。シャドーバンでも見れる人は見れるもん。だってフォロワーにすらリツイートされてないってことやからな。自分のフォロワー100人は見れるはずやねん。どんな時間帯であろうが。そのフォロワーに2人しかされてないってことやからな。まあぶっちゃけ、顔暗かったからじゃね。さすがに2はおかしいやろって思うけど、このイラストを書いて投稿してみ。これで書き直して変だったら、もうそのアカウント消した。誰にも見られないアカウントなんだ。ほな次。これは背景が変だ。これだったらこう見える。明らかに俺らここ見てるわけやん。アイレベルで言うと。このスペースになるわけよな。すげえ下向いてる感じになるわけよ。地平線なんて見えないのよ。だから、やるんだったら、この先も海だな。これ消した方がすごい見えやすくない？で、ちょっと考えやんなあかんのが、ちょっと魚眼になってるって思った方がいい。魚眼ってかね、円状になってる感じ。白子を中心にして、イラストが広がっていってるように描きゃいい。こうやってあまりにもまっすぐすぎるわけよ。そうじゃなくて、波とかも流れを変えてあげんねん。ちょっとこう囲むように。だからこの遠くに離れていけば離れていくほど、ちょっと濃くもしといてあげたら枠みたいに見えてくるやろ、これが。じゃあ今これだけやったら色が寂しかったりするわけだ。だからこの後にアクセントとして、追加のボールをこうやって入れたりだとか、人手とかでもええわけよ。色合いも良くなるやん。この辺に先生入れてでもいいわけじゃん。これだったらこの数字どうなってただろうね。元がこういうイラストやったわけよ。だからこうやると、ほら、明らかに白子の上に立ってるんだな、みたいな。こういうこと。次。タイトル。発情中の虫か？はい、ブブー。タイトルがクソ。人士様やから、人士様のセリフやな。人士様が喋らないと。マオマオの発言でドキッとはこうへん。マオマオが人気なんじゃなくて、人士が人気なわけよ。だから、これであったら、これだけで、こうよ。これでどうよ。今すぐ投稿し直してこい。人士様の印象とかも全部変わったよ。だから人士様が普段言いそうにないけど、もだえるじゃない。乙女になろうや。マオマオの前じゃ素直になれない人士様を書かないと。そういうさ、シチュエーションやろ？素直になれないからこういうことをやってるわけ。じゃあ、その時人士様だったら何を言うかなっていうのを最大限考えない。アニメしか見てない俺の方が人士様のこと好きなんじゃない？やり直し。次。オリジナル。まあ、オリジナルで行くのは難しいよな。これは手じゃないな。手がメインじゃない、これは。手がメインって言うと、だからかなり差し伸べてるタイプだな。だから、顔よりでかくって思ってくれた方がいいわ。例えば、レールガンみたいな感じです。こんな感じのイラスト。手がメインにしてほしいっていうのは、何を求めてるかっていうと、この漫画的デッサン。実際こんなポーズしたところで、普通の写真を見たりすると、絶対こうなんだけど、そうじゃなくて、なんで見たいかっていうと、こういう嘘的な迫力をつけれるか。足とかでもそうやけど、こう嘘っぱちのさ、スニーカーだけをこう、すげえ見せてるイラストとかもあると思うねんけど、あの目線って、この辺にカメラ置いた場合やからな。でもあれが一番迫力出るわけよな。イラストはのにね、嘘ついてなんぼやから。俺なんか嘘つきまくってるからな。で、例えばやけど、このスイちゃんって実はめっちゃ頭でかく描いてる。本来やと、これぐらいでええねん。でも全然近く見えへんくない？距離感めっちゃ遠くならへん。でも、ここまで来てると、急にグッて近寄られてきた感じにならへん。こういうことなのよ。だからデッサン中で文句言いたやつは頭がでけえとかなんだかんだ言うねんけど、でも、人間って印象的なものって、大きく見えるのよ。感覚的に。だか
から、わざと大きくしとくね。だから、これも言って頭でかいね。これぐらいの方が頭身合ってんのよ。だけど、大きくしてる方が、ずいっと身乗り出してる方に感じるから大きくしてない。そんなことばっかやってるよ。だから俺に、あいつ頭でかく描きやがってとか言うてももう騙されてるんだよな。わざとわざとって。このカナタン買ってめちゃくちゃ布団をでかくしてる。でも俺はこれは太ももが描きたいんだから、よく見せなきゃいけないわけよ。だからでかく描いてん。じゃあ、ローマくん。いいんだけどな、目が下手くそだな。目がこれしか描けへんかって感じやな。目全部ガン開きじゃん。一応合格やけど、目がダメだな。次、佐藤です。似てねえ。まだ似てませんな。もしゃしてこれだったら全然ダメだな。顔が長くないし、目の位置はずれてるし、そもそも、この髪の毛とこの髪の毛違うやん。全然髪型が合ってないじゃん。こんなんも見れてないようじゃまだまだ。次、これは、対して頭回転してない。斜め顔と大して変わらん。俯瞰になるんやったら、目をこれぐらい回転させてこい。顎の下をグッと見せてくれ、これぐらい。みんなの全然煽りじゃないのよ。ただ単に斜めで描いたレベルと大して変わらんのよ。煽りってなると、目をここに描いてしまうと、耳がドーンって下に下がらんなあかんね。メガネこれぐらい傾けて、これぐらい。わかりやすいやろ、これで。煽りがなんで難しいのかっていうと、目の位置ぐらいまで鼻が重なるからや。だから顔のバランスが変わるやん。目と鼻の位置が重なることによって、今まで見えてた割合と変わんねん。これを認識せんなあかん。この考えができてないんやったら一生書けへんねん。こういうのを書いてきてください。で、この目線も合ってないからダメ。ちょっとやり直しやな。はい、これは OK。で、ガシノくん、合格。めんどくさいのやってるなって思う。じゃあガシノくんもトライバーやね。次。典型的な 3D を見本にしてきましたよな。鼻がねえのよ、鼻が。3D 参考にすんのはいいけど、何度も言うぞ。リアルの骨格が分かってないと、いくら 3D を勉強したところで、全然いい絵描かへん。だからこんな鼻が潰れたようなん出てくる。でね、これロタスね、ムスカ描くのいいねんけどさ、今後ムスカの骨格って使うの？前も言ったけど、ジブリみたいな絵描いてくのっていう話な。漫画家さんとか、癖のある人な、描くのいいよ。さっき、ビタリテクトのさ、しずちゃんにも何回も言ってるけど、このイラストは、今確かに伸びてるよ。7000リツイートって伸びてるけど、これは今、フリーレンが流行ってるからってだけの話やね。フリーレンが終わった後のことは考えてんのかって話。アニメのキャラとか、こうやって三面図で使ってきてたりするけども、本当にそれで行くのっていう話。で、ここでムスカを嗅いできましたって言って、ムスカの煽り俯瞰とか覚えたところで、これで合格出してもええけど、使わんよね。ネタでやってるんやったら、ここネタ出すとこじゃないから。お勉強するところやからね。合格出す？これで合格出したところで、ドライバーになっても意味なさそうやから、これは不合格です。次。リラくん。これ、4つとも顔の印象が全部違う。そもそもな、圧倒的に似てないのが、この目を参考にしてるわけやん。この目を参考にしてて、こうはならんやん。で、前髪ここやろ。もう目に来てんの。全部目届いてない。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 目届いてるやん。この程度すら見れてないならダメ。こんな初歩的なミスするんだったらやり直しです。次。これ、ハセハセも。ハセハセもこれ絶対 3D 素材使っただけやろ。全然自分で考えてないやろ。やり直し。煽りかけって言うて、こんな煽りかいてくるやつどうにおんねん。やり直し。次。とまき。これ、顎伸びてるだけやないか。下を向いたら、おでこが前に出てきて、顎が引っ込むねん。なんで顎が伸びんねん。どんだけ顎伸ばしたいねん、お前たちは。顎を伸ばすな。なんで上と下向いたら顎が伸びんねん。顎ばっかり伸ばしやがって。次。ごめん。このキャラで、煽り俯瞰、わかりにくすぎる。このキャラやめてくれんこのキャラやめて。なんか、鼻の邪魔。多分別のキャラで描けへん。やり直し。はい、次。これ目、無駄に上がっちゃってんな、これ。理屈は分かってるけど、あとは目だな。だから俯瞰の場合だったら、今この流れになってんねやったら、眉毛も同じ流れにしないと。こっちが下がっちゃってんのよ。こことここってほら、高さ変わらへんわけやん。まぶたの右、左、最終地点っていうのは絶対変わらへんねん。これを変えちゃいけないのよ。だから、今こことここが一緒やっていう風に仮定しちゃうと、垂れ目に見えるやろ。こことここは同じ位置やねん。ちょっと上げる程度でいいだけ。線引っ張って、ちょっとつけるぐらいで十分なのよ。まあでも理屈はできてる。次。ケイヤくん、顔が全然似てない。これもさっき言ったけど、髪の毛の長さっていうのはさ、まつげのところにしかないのよ。ここまでがアコの髪の毛の長さ。飛び越えてもうてるやろ？この時点で、全部飛び越えてるやん、ほら。これも飛び越えてるやろ？これも飛び越えてるやろ？これも飛び越えてるやろ？マンガン12000点。ドラドラドラ。はい。やり直し。
まあ、のりみちゃんは、イメージとしては合ってんねん。これぐらいよ。ここの書き方は間違ってるけどね。耳書いてないから、ここをつかめてないんやと思う。全然この調子でいいから、一旦合格にはせえへんねんけど、だから今これ鼻も下向いてもうとんねんな。こう向きやなあかんわけや。鼻がこう上がってって、ここの鼻の下が見えなあかん。鼻の下ができて、こういう面になってるってことを思いついて、ここにこう線引っ張ってみんや。口出すぎじゃないっていう風にならへん、これ。奥の方、すごい前に出てるよ、みんな。こうならなきゃいけないわけよ。で、このままやると、まあ、メガネをかけたと仮定すると、だいたいこの辺に耳があるよねと。ここに繋げていかんなあかんけん。こういう感じになるわけだ。これで自然に見えるやろ？この形を覚えたまえ。これぐらいさ、しっかりとした当たりじゃないと、綺麗に描けん。こういう感じで書いてさ、当たりにしたところでさ、ピーナッツくんみたいなしか生まれないわけよ。全然正確な味が入ってないんだよ。だから、それを使ったところで正確なものは出来上がらないわけだ。じゃあ、当たりっていうのをどうやってうまくしていったらいいのっていう風に話になってくると、自分の顔とかをペタ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 触りまくって、どういう構造になってんのかなっていうのを調べなきゃいけないわけだ。だから 3D 素材なんか使ってても、3D 素材なんかすっげえデフォルメされてんねんからさ、のっぺりしたようななんかこんなんが出来上がるだけなんやな。だからちゃんと正確な形を理解しておかないと当たりなんて書いても無駄なのよ。みんなの当たりってのは当たりじゃない。外れ。はい、次。ピンくん。これがダメ。顎が出て、口が歪んでもうとる。これがなんで生まれるかも原因わかんねん。こいつを中心だと思って考えるから、全部これに合わせるわけよ。だからこれ、顔がこっちに寄っていってまう。これ中心じゃないよ。鼻の中心はここや。当たり前のことやな。ここが眉毛なんやろ？ここやん。真ん中は。みんな外ればっか書いてんねん。ここが真ん中やろ？じゃあここで下がって、口をここで書かなきゃやん。じゃあここで下がって、顎を書かなきゃあげんな。で、ここが真ん中のにさ、目がってあっちにそれていってもうてるやん。もっとこっちに来やなあかんやな。全然違うねん。で、眉毛の横はもう側面ですよ。こんな感じやな。これぐらいしか顔だから見えてないのに。本物がそうやん。眉毛の横はもうすぐ側面になってんだから。ここからもう切らんなあかんわけ。こういう感じなわけよ。このエリアがこんだけなんだから。こういう風に考えなきゃいけないね。どっからどこまでが正面なのかなってのも考えてないから、こんなことになるわけ。おお、わかりやすいじゃねえんだわ。顔面イリュージョンの時に言ってるやろ、こんなもん。高く見てないのが丸わかりやん。次。これだったりすると、エラがボコって出てるように見えるから、これダメ。耳元と毛根ってそんなに離れてないから。で、この顔の印象に比べると、全体的に顔が縦に伸びすぎやな。割合が全部伸びてもうてる。特にこれがひどい。顔が伸びてもうとる。あくまでこれは前髪やねん。これはこうなっとかないとダメじゃん。眉毛を隠すようについていかなきゃ。今ここにこんなことになってたらハゲてんのかってこと。しかも上から見てんねんから、しっかり重ねないと。前に出ないと。やり直し。顔が伸びとんな。煽りになって顔が伸びてるって印象になってたらもう終わってんねん。こんだけ分欲しい。私たちはこのエリアを見せてもらわなきゃいけないですね。今、これ上に上げたんだったら、正面とか斜めの時に見えてた分っていうのはな、こんだけなんです。こういうことなんです。ここまでが正面の部分の。ここを書かへんからこんなことになるね。下の面を書いてください。顎伸ばしはもうええ加減やめてくださいね。俯瞰になったら俯瞰になったでね。次は上の面が出てくるんです、上の面が。上が見えてきますねん、こうやってドーンってこう。これを見せてくれないとね、塩かけませんで。はい、次。はい、ヨーハ。太っとる。なんで太ってん？太るな。なんで横に伸びたん？やり直し。糸吉くん。側面めっちゃ苦手やな。いやでもこれは直せる。絶対に直せる。これを直すためには、メガネをかけるのが一番いいね。まず、目描いた後に、メガネを描いたらいい。このメガネをかけた瞬間に、眉毛の形がちょっと変だなっていう風になるじゃない。鼻とかも、このメガネの面がしっかり見えてるから、あとは引っ張られて描けるはずやから。私もやってみようとか言ってるやつな。まず、まともにメガネかけるかって話。メガネがかけるっていうことは、平行四辺形とかこういうちゃんと四角を正確にかけるかって話やと。これができんかったらできひんよ。箱が分かってんねやったら、メガネじゃなかったとしても、とりあえずなんか前に四角いものを書いてみると制限できる。こういう感じで引っ張ってみるとかね。別に漫画やったらいいけどなっていうところも言いたいところやねんけど。そもそも書く場所どっちから始めてる？キャラの左目から書いてる。あ、こっちから書いてるってこと？それやったら、これ書いた瞬間にここに面が存在してるって思わなきゃいけない。だから、これから始まると、この面にしかならないのよ。だからどっちでいくらこう修正したとしても、こっちは斜めになってるけど、こっちは斜めにならないのよ。まさしくこれがそうだわ。こっちはこう省略されてるのに、こっちは省略されてないのね。
だから本来だったら、こっち側省略されやんなあかんから。こんな感じになるわけ。そういうことだわ。解決。つかさ、普段の雑談配信よりさ、視聴者多いのはどういうことなの？お前らもっと雑談配信見に来い。何しょんなんで面言の方が多いんだよ。おかしいだろ。普段配信を見ろよ。配信者たるとも、配信者たりとも、たるとも、たるともたるもの。配信者たるもの。何でもできないとね。どうも、配信者のタルトです。こんにちは。新人バーチャル VTuber のタルトです。よろしくお願いします。今日の配信内容は、激辛わさびを目の中に入れていこうかと思います。チャレンジに成功したら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、タルタルタイム !1 ヶ月後。どうも、お久しぶり。こんにちは、配信者のタルトです。先週の配信で、網膜の方がやられてしまったけど、もう片方あるからまだまだ大丈夫。今日は鼻に爆竹を突っ込んで爆発する前に止められるかチャレンジをやってみたいと思います。まあ僕程度の配信者になると、つけた瞬間に消すこともきっと可能だと思うので、頑張ってやってみたいと思います。では、タルタルチャレンジ !1 ヶ月後。どうも、こんにちは。タルトです。前回のチャレンジは失敗してしまって、少し鼻声になってしまったけれども、まだまだ大丈夫。僕の体はまだ元気です。生きてるって最高ですよね。じゃ、今日はそうだな。残った感覚を使って目で100回爪楊枝を挟んで戻すっていうチャレンジをやってみたいと思います。まぶただけで爪楊枝を挟んで元の状態に戻すということをやっていきたいと思います。うまく成功できるかな？ま、2個もあるんでなかなか大丈夫でしょ。じゃあ、レッツチャレンジタルタルチャレンジ !1 ヶ月後。皆さん、どうもお久しぶりです。タルトです。皆さんのコメントが見れなくなったのは少し残念ですが、大丈夫。このズンダモンを使えば、皆さんのコメントがちゃんと聞こえるようになります。ほんと、文明の進化とは素晴らしいものですね。では、今日は耳の中に何が入ってくるかチャレンジをしてみたいと思います。視聴者からランダムに選ばれた耳の中に入れるアイテムを僕が入った瞬間に確かめていきます。さあ、一体どんなものが入ってくるんでしょうか。まあ、僕なら簡単に当てれると思いますけどね。じゃあ、レッツタルタルチャレンジ！で、俺が生まれたってわけ。電脳タルトがコンピューターウイルスに侵食されて、その侵食された結果が俺になったってわけよ。タルタルチャレンジ。レッツタルタルで全部違ったな。そっからもうね、侵食されていってたってことよ。どうやった？酷評しかない。あ？マジで？皆さんもっと、ちょっと具体的に評価してみんや。実際問題やで。まず、どこから始まったよ。簡単に始まったよ。まずこの、配信者タルトからやで。これは警告や。そんなね、無茶な配信はしちゃいけませんよっていう警告。見てもらいたいからって言ってね、過激な投稿ばかりするのはね、ダメですよという警告。そんなことすると、最終的に、俺みたいになっちゃうぞ。俺になっちゃうぞ。じゃあそこはかかげさんは健全やろがいっていうとこやろがい。あ、君たちって結局俺のことをそういう風に思ってるんだ。過激な配信してるバカなやつって思ってんだ。はぁ、結局そうなんだよね。こういうところで本性が出てくるんだよね。
小っぱどもがよ。パソコンが来たぞ。新しいパソコンが来たぞ。めちゃくちゃ嬉しいぞ。パソコンを買って高性能になったら何しよっかな。絵描こっかな。何しよっかな。仕事が先だな。仕事が先だ。仕事を終わらせたら俺もコロソで勉強するぞ。さあ、みんな、今すぐ概要欄をチェックして、コロソの URL に飛ぼう。よし、みんなで、コロソ